こんなコメントをいただきました。YouTube や Instagram いつも拝見させていただいております。ありがとうございます。革靴超初心者です。最近ローファーデビューをし、慣らすために20分ほど外出したのですが、革が硬くすぐに靴ずれしてしまい、心が折れてしまいました。ここが問題ですね。どうにかならないかと YouTube で革の柔軟剤を見て購入したいと思ったのですが、5年前の動画なので商品がありません。革を柔らかくして足になじませるクリームやお手入れグッズがあれば教えていただきたいですということなんですよね。で、まずはですね、ローファーデビューおめでとうございますなんですが、このすぐ履き下ろしちゃうっていうのが良くないですね。ここが問題ですと。で、新しい靴買ってね、やっぱこう気持ちが高揚して、すぐ履き下ろしたい気持ちってとてもよくわかりますけれども、はい、それをやめていただきたいということです。はい、で、その結果、じゃあ何か集客グッズで靴を柔らかくしたいっていう、そういったご質問ですね。で、これ系のご質問って、もう過去にもですね、何度もいただいてて、本当によくある失敗談だと思うんですよ。僕も何度か靴ずれしましたし、はい、ここをですね、今日はちょっと解消できるようなお話をさせていただければと思っております。で、革の柔軟剤の動画、確かに過去に僕出した記憶があるんですね。ただ今確か作ってないんですよ。もうなんか廃盤になっちゃったかなんかでもうないので、代わりになる集計グッズとかクリームをお探しっていうことですね。で、結論申し上げると、集計グッズは何使ってもいいと思ってます。ある程度何でも柔らかくなると思ってます。だから何かを使って靴を柔らかくしていくっていうのはもちろん大事なんですけれども、一応ですね、初めての方におすすめできるようなもの、集計グッズちょっと持ってきてますのでご紹介できればと思うんですけれども、それ以上に大事なのはどういう工程を経て靴を柔らかくしていくか、足になじませていくかっていうことの方が結構重要なんじゃないかなと思ってるんですね。なのでここまでやったら間違いなく大丈夫でしょうっていうところまで、お話できればと思いますので、ローファーに限らずですね、革靴デビューされた方、安心して履き下ろしたいという方はですね、ぜひご覧になってみてください。で、使う集計グッズですね、ある程度何使っても大丈夫ですよっていうのも申し上げました。で、ちょっと簡単にですね、どんな集計グッズがあるのかっていうのをちょっとご説明をさせていただくと、デリケートクリーム1つ目で、2つ目靴クリーム、3つ目がレザーローション、あとオイル系のものっていうざっくり4つ5つあるような気がするんですよね。4つですね。はい。で、それぞれなんとなくですね、メリットデメリットがやっぱりあって、メリットデメリットというか、長所短所というかですね、あるわけですね。で、今回おすすめしたいのは、結論申し上げると、デリケートクリームとレザーローションの組み合わせです。もちろん他のものを否定しているわけではなくて、初心者の方だと思いますし、っておっしゃってますし、安心して使えるっていうのが、このデリケートクリームと、レザーローション的なものかなと思ってます。で、まず、デリケートクリームですね。これ緑のパッケージの、M モーブレーから出てるリッチデリケートクリームというものですね。結構水分が多いクリームなので、さらっと仕上がるし、ベタつきもないし、はい、っていうのが特徴ですね。あと他の、例えば革小物とか、バッグとかですね、そういったものにも使えるっていうところっていうのがデリケートクリームですね。で、デリケートクリームのデメリット的なところをあえて挙げるとするならば、やっぱ水分が多いクリームなので、揮発してしまって、効果が持続しにくいっていうのがあるんですよね。だから特に革靴って屈曲が多いプロダクトじゃないですか。バッグとか財布に比べて一歩一歩屈曲するので、革が。だからちょっとね、水分だけだとちょっと物足りないわけですね。油分とかそういったものも入れてあげる必要があるというところで、デリケートクリームとレザーローションとか靴クリームとかオイル系の併用がいいよっていうのはそういうことですね。で、次靴クリーム。靴クリームっていうのは靴に塗るクリームなのは当たり前なんですけど、色があるんですね。黒とかライトブラウン、ダークブラウン、ミディアムブラウン、バーガンディ、ネイビーとかね、いろんな色があります。で、ツヤも出ますんで、ロー分が入ってますんで、靴をですね、パキッと綺麗にツヤを出して補色もできるっていうところですね。色が綺麗に仕上がりますというところが一つメリットです。はい、ただ今回おすすめのクリームとして挙げなかったのは、クリームってもちろんおすすめしないわけじゃ全然ないんですけど、むしろいいんですけど、クリーナーが必要なんですね。
だからクリーナーも買っていただいて、ケアをしていただく必要があるというところで、もう一つ初心者の方の失敗で多いのが、この靴ずれ以外にですね、クリーナーで擦りすぎちゃって皮を傷めてしまったっていうケースがすごく多いんですよ。はい、なので、ちょっとそこを懸念して、3つ目にご紹介したレザーローションを今回はお勧めしたいなというところです。これオールインワンって書いてありますけれども、レザーローションはこれ1本で済むんですよね。で、ローションタイプなのですごく塗りやすい、液体なのでっていうところと、書いてある通りですね、靴にもバッグにもレザージャケットにも財布にも何でも使えますよみたいなのがレザーローションのいいところです。で、もう一つメリットとしてはクリーナーが必要ないんですね。だからオールインワンって書いてある通り、これ一つで全て済むんですよ。さっきも言った気がするけど。はい、なので、非常に失敗しにくい便利な集計グッズという位置づけですね。で、デメリットとしてあえてあげるなら補色ができないことですね。色が付与できない、色乗せられないので、例えば明るい茶色のブラウンとかだとですね、ちょっと色が抜けていってしまうっていうことがあったりします。黒の靴が色抜けまくってグレーになるとかそういうことはないんですけれども、はい、茶系の色とか、ちょっと色をちゃんとキープしたいなっていう靴は靴クリーム使っていただいた方がいいかなっていう感じですね。はい、でオイル系もですね、個人的にはすごく好きでよく使ってるんですけれども、やっぱ初心者の方が使うにはちょっとリスクが高いっていうところがデメリットかなと思います。水分と比べて成分が揮発しにくいので効果を持続しやすいんですよね。だから靴が柔らかくなるっていう意味ではすごく効果が高いんですけれども、ちょっとね塗りすぎてしまうとベタついてしまったりとか、型崩れしてしまったり、皮が伸びすぎてしまったり、あと色の明るい靴だとシミになっちゃったりということもあるので、ちょっとリスクが大きいということで、今回はデリケートクリームとレザーローションをおすすめしたいなという感じですね。これで十分伸びます。で、大事なのはこっからなんですけれども、じゃあこのデリケートクリームなりレザーローションなりで皮を柔らかくしたいです、靴を柔らかくしたいですっていうことなんですが、じゃあどうやってなじませていくかっていうことが大事なんですね。で、プレメンテナンスっていう新品の靴にするお手入れっていうのがあるんですね。新品の靴ってやっぱ硬いので、クリームとかそういったものを塗って皮を柔らかくしてください。そうすると足なじみ良くなりますよっていうお手入れがあるんですけれども、もちろんそれは効果はあるんですが、一回やったからそれで完璧になじむかっていうと全然そんなことなくて、これが残念ながらですね、何回もやってくださいねっていうのは過去の動画でもお伝えしてるんですけれども、なので、プレメンテナンスを一度していただいたら、例えばこういうデリケートクリームとローションを塗って、一時的に皮が柔らかくなりますと。これプレメンテナンスですね。していただくと確かに柔らかくなるんですけれども、効果がそこまで持続するものではないので、一度プレメンテナンスをしたら履き下ろす前に部屋履きをしてくださいっていうのが僕のおすすめしていることなんですね。部屋でなじませるっていうことです。で、部屋履きをする理由は当然このアッパーも足の形を覚えたりとか、足の動きを覚えたりっていうこともしてほしいわけなんですけれども、特にローファーであればですね、この靴底、ソールの屈曲癖をつけたいんですよね。ここはちょっとグッてしっかり曲がる、その癖をつけたいんですね。で、今回質問してくださった方はどこ靴ずれしたかっていうのは書いてなかったんですけど、おそらくローファーならかかとなんじゃないかな、もしくは履き口周りかなって思ってるんですけど、やっぱりこの靴底の屈曲がしにくい状態、靴底が硬い状態で履き下ろしちゃうとかかとに圧がかかってずるっといっちゃうみたいなことがよくあるわけですね。なので部屋履きで、足の形を覚えさせる、足の動きを覚えさせる、あと靴底の返りをつける、返りを良くするっていう言ったりするんですけれども、それをやっていただきたいというのが部屋履きです。で、何日か部屋履きをしていただく中で、やっぱまだちょっと硬いなとかですね、ちょっとまだなんか違和感があって痛いかもみたいなタイミングでまたこういうクリームを塗っていただくと、一時的に皮柔らかくなりますので、皮って水分が揮発するタイミング、蒸発するタイミングで形を覚えるんですね。なので、塗って履いてしばらく履いてなじませてっていうのを何回かやっていただく。で、その中でだんだん馴染んでくるので、あれなんかソールの靴底の返りが良くなってきたかもって思ったら、そこでまた履き下ろすんじゃなくて、履き下ろすんですけど、近所のコンビニとかスーパーに行っていただくっていう、短い距離で履き下ろしをしていただくっていうステップに
移っていただきたいんですよね。近所だったらね、違和感があっても戻ってこれますんで。はい。で、それを何回か繰り返して、なんか普通に近所なら歩けるかもってなったら、次はじゃあ、近所っていうよりはもうちょっと遠出してみる。3、4時間なのか、1、2時間でもいいんですけど、1、2時間ぐらいかな。のができるようになったら、ある程度馴染んだっていうことになりますんで、お仕事に1日履いていっていただくとか、休日のお出かけに1日履いていっていただくとかっていうことが、そこでようやくできるかなっていう感じですかね。細かくステップを踏んでいただくと、大怪我は絶対しないので、はい、それをぜひやっていただけたらなという感じですね。で、もう、存分に馴染ませました。で、もう部屋履きも何回もして、コンビニも何十回と往復したし、スーパーにも行ったし、なんなら映画館も行ってみたいなしたけど、もうまだ痛いみたいな。ね、そういうケースも中にはなくないと思うんですけれども、それはですね、もう靴と足が合ってない、相性が悪い。だから痛いっていうことになってしまうんですね。これ残酷ですけど、仕方ない現実で、合わない靴っていつまで履いてても痛いんですよ。で、逆にですね、やらないでほしいことっていうのもあって、以前動画でシューズストレッチャーっていうものをご紹介してるんですね。靴の中に入れて、ネジで回すと靴に圧力がかかって、縦とか横に伸びますみたいなものがあったりするんですよね。で、今回ローファーなので、ストレッチャーはできれば使っていただきたくないなっていうのがあります。で、申し上げた通り、どこを靴ずれしたか分かんない。多分かかとなんじゃないかなっていう話、前提で進めましたけど、かかとが靴ずれしたからって、かかと伸ばすと、かかとカパカパしちゃうんですよね。靴が馴染んだ時に。それはおすすめあんまりしたくないなっていうところと、どこかが痛いからといって、そこを伸ばせば解決するかっていうと、そうじゃないケースも実はあるんですね。もちろん局所的に痛い場合はそこを伸ばしてあげたら治る場合もありますけれども、靴をですね、しっかり締めることで、足をしっかり固定することで痛くならないっていうケースもあるので、ストレッチャーとかはですね、極力最初は使ってほしくないっていうのが一つあります。ある程度馴染んだ状態で判断していただくことをお勧めしますね。はい、という感じでございました。そうですね、やっぱり段階を経て、徐々に履き下ろしをしていただくようなイメージでやっていただくのが一番いいかなと思っておりますので、そこ焦らずですね、忍耐と心の余裕と、愛情を持ってですね、靴と向き合っていただけたらいいんじゃないかなと思っております。その工程をですね、ぜひ楽しんで、馴染ませる工程を楽しんで取り組んでいただけたらいいかなと思っております。はい、そんな感じでございました。で、すいません、ちょっとね、告知というかお知らせになるんですけれども、越谷、埼玉県の新越谷駅の近くで、初心者の方向けのイベントみたいなものをやろうかなと思ってまして、ブログの方にですね、あとインスタのストーリーズとかにもちょいちょい上げてたりしますので、越谷行けるかも行きたいかもっていう方がもしいらっしゃったらですね、はい、ぜひ、ご覧いただけたらと思います。概要欄にリンク貼っておきますので、そちらからご覧いただけたらと思います。群馬にお住まいの靴磨き職人さん、木島さんという方いらっしゃるんですけど、その方も来ていただいて、例えば初心者の方のそういったお悩みだったりとかですね、いろいろお聞きしてお答えすることもできると思いますので、そういう機会もですね、ぜひご活用いただけたらと思います。越谷革靴愛好会っていうイベント名になってるんですけれども、越谷周辺でですね、なんかそういう方が集まれるコミュニティを作りたいなっていうので始めたイベントですので、まだちょっと詳細決まってないところもあるんですけれども、よろしければお越しいただけたらと思います。はい、最後までお付き合いいただきありがとうございました。それではまた次の動画でありがとうございました。